まあ里に属するけど、まあ家に住む妖怪ね、座敷わらし。座敷わらし基本男なんですよ。でも女の子の場合もありっていうのでね、遠野物語にまあ1個出てくる、最初男の子で女の子の場合もありって少数派なんだろうけど、なぜかこっちの方が有名になってるとかね、おかっぱ頭のね、これまあ遠野の民話の街づくりでキャラクター化したということがあって、これも男目線かもしれないけど、どうも女の子の方がねこう可愛いマスコットにっていうね、ちょっとそういうところもあったかと思うんですけど、これはまあちょっと歴史的背景をたどると、座敷わらしってまあ家の神なんですけど、家の神はまあいろいろあるんですよ。今下着メーカーになって福助っていうのも家の神なんですよ。これも男の子なんですけど、全国的にはまあ蛇なんかが家の守り神になっていたりするんですけど、座敷わらしっていうのは東北の遠野とか盛岡の北にある金田一温泉とかね、座敷わらしの伝承があってですね、まあ、民族学的に言うとある地域に集中してあって他はないって、家の神はいろいろあるんだけどということをたどると、まあこれもちょっとね黒歴史の方になるんですが、まあ間引きというね、現実があったんですね。これは現代人はやっぱり想像しにくいけど、例外というのがね、東日本特にね東北ではかなりあったわけですよ。で江戸時代ね結構飢饉というね、まあ、深刻でしてね、作物全滅、それが、まあ、江戸時代の特にね中盤から後半の方ですかね、3、4年に1回あったと言われてますよね。これはおそらくね実感ないと思うんですけど、宮沢賢治の「雨にも負けずに」の詩でね、寒さの夏はおろおろ歩きというあれですよ。梅雨が明けないまま秋になるというパターンですね。でも結構なるんですよ。小中学校の夏休み入る頃まだ明けてなくて、ね、最後の7月の最後の週ぐらいに明けたりするじゃないですか。で東北の方になるとねそれ明けなくて、まあ、8月第1週になっちゃうと、そこでも明けなかったら結構そのまま秋になっちゃうということが結構あったんですよ。そうするとね餓死者が出ると、東北の方を歩くと餓死者の供養塔ってあるんですよ。後でお坊さんなんかが供養した。で遠野もまあそういう地域で、なので食糧危機になるんで、まあ産地調整というかね、でまあ、生まれたらすぐ窒息死させるということが、まあ、あったようです。はい、まあ、これあったの実数はなかなかね表に出ないので相当あった。それとともにこれもまあ確かだと思うけど、男の子だったら殺して女の子は殺さなかった。わからないでしょ。わからない。女の子は育てといたら売れるというわけですよ。商品になるという悲しい現実ですけど、男は売れない。ね、まあこれね座敷わらしね、まあ、間引きされた男の子の霊だという説はまあ折口の部も唱えてますし、まあその可能性は結構あるんだけど、そうするとその間引きされたのはどうもかなり男の子、女の子は間引かれなかったと。そういうね、現実があるんじゃないかということはまあ一つ考えられるんだけど、柳田さんはまあ上品なんでそこまではあんまり言ってない。小説家の三浦哲郎さんが「ユタと不思議な仲間たち」かな、座敷わらしとお友達になるんだけど、そういう話があったりしますね。はい、だからまあ亡霊系とも言えるんだけど、まあちょっと悲しい歴史ですよね。まあそういうね、だからまあ完全にファンタジー的に捉えられるものもあるし、まあ今そうなってるのも座敷わらしなんかはそうだけど、まあちょっとそこを考えていくとね、なかなか考えさせられる。妖怪の成り立ちね。なかなか考えさせる。でも座敷わらしとかね、今とかだったらいたらすごい幸福な存在というか、もう見たらその家系がちょっと安泰とかじゃない。いやそうですよ。いや遠野物語で栄える家には座敷わらしが住み着いているけど、なんか家出していくところに出会ったと。で家もっと危ないんじゃないかなっていうふうに言ってたら本当にね、没落したという話が出てますよね。はいはい。